はい、こんにちは。毎日どこでどんな風に寝てるか今日は紹介したいと思います。まずここはですね、ISS の中の進行方向一番後ろのモジュールになります、ロシアのモジュールで通称ズベズダと言われています。で、実はこのサービスモジュールには飛行士のクルーがですね、寝るための部屋が2つあります。でそのうちの1つを僕は今回特別にお借りしていて、その中で毎日寝てますので、そのクルークォーターという部屋を紹介したいと思います。はい、ここがサービスモジュールの一番後ろで、ここにはトイレもあります。このトイレのすぐ横、こちらとこちら、飛行士の皆さんが寝る部屋があります。で今回僕はこの右手側の部屋を特別にお借りしてます。早速部屋を案内したいと思います。はい、どうぞ。お邪魔します。はい、こんな感じで、僕が身長163ぐらいなんで、天井がこれぐらいだから、190センチぐらいまでの人は入るかな。幅的にはもう人が2人ギリギリ入れるか入れないかっていう感じで、狭いっちゃ狭いです。ただ寝るためのほぼ部屋なんで、これぐらいでいいかと。寝袋があります。で、基本俺は寝袋使ってません、ほとんど。そうなんですか？寝袋も暑くて俺使いません。で、寝袋があったりとか、あとこれ着替え、この下に入ってる着替えで、これはいくつかご飯がここに入ってます。で、鏡があって、iPad とか iPhone とかで、これは救急箱で、あとはこう宇宙兄弟気分上げるために27巻だけで、何よりこの部屋の最大の特徴がここに窓があるんですね。早速開けてみます。はい。眩しい。ちょうどいい感じで今 ISS のソーラーパネルがすぐ真横まで来てますね。このソーラーパネルはね、結構動くんだよね。水平線が綺麗に見えます。なので日の出日の入りが毎日のように16回楽しめると。で、寝方を紹介します。はい、ちょっと一回かけてみます。基本寝袋は使わないんだけど、とは言ってもこの中でこうやってやってるとこうぐるぐる回っちゃうから、こんな感じでもう足だけこう突っ込んで、であとはもうこういう感じで手こうやって離してるとなんかね、肩がこうやって浮いちゃってなんか変な肩こりするんだよ。でこうやって結んで、手を結んでやってます。あとね、もうそうは言ってもやっぱなんか超寝づらいの。どこにもこう設置してないじゃない。かといいこの寝袋に包まれてこうやってなんつうの、しっかりくるまってやるともう暑くて寝れないから、最近俺が発明した寝方を紹介します。もう寝袋から出ます。でこうしてこうしてなんかこうするとここになんかもたれかかれてるっていう、なんつうのかな、安心感があるんだよね。絶対ほら首とかつくじゃん、地上だったらさ、なんかこう背中が何かについてないとすごい寝れないので、最近発明したのはこの寝方。こっち閉めて、で電気も消える。じゃあ夜中開けるとそうやって寝てるんですね。そうさなぎ見てる地上と比べて睡眠の質はどうですか？やっぱ起きちゃうね。起きちゃう。俺的にはちょっとあんま寝れない。はい、寝方並びにクルークォーターの紹介でした。やってみ？マジで落ち着くよ。僕の部屋こんな狭くないですよ。おやすみなさい。おやすみ。